皆さんこんにちは。今ですね、世の中では生成 AI というものが注目されていて、お仕事でも使っていらっしゃる方がいるかと思います。で、Google でもですね、検索した用語に関してこの AI の方がインターネットに出ている情報、それを読み込んできて、今ネット上ではこんなこと言われてますよっていうことを分かりやすく一覧でまとめてくれるという、そんな機能が出てきています。その中でZRV に対してこういう点があんまり良くないなとか、この点ちょっと気になるなといったネガティブな評価についても少し出てきました。ですので、それに関して現オーナーの立場で感じること、これをお話ししていきたいと思います。で、これ最初に言うんですけれども、実はカローラクロスに関して言うと不評ですねっていうところで出てきた項目結構いっぱいありまして、あれこんなに出てくるんだっていうぐらいだったんですが、ZRV に関して言うとあまりねめちゃくちゃ多いっていうわけではないですし、その車そのものの性能とかに関しての不評に思われているところで出てきたポイントも結構少なかったので、そもそも最初に検索して出てきたところのこの評価からして ZRV ってすごいんだなっていうところはちょっと感じたところはありました。そういったところも踏まえてこの後の話聞いていただければと思います。デザインが安っぽいっていう評価が出てきたんですよね。で、これに関しては、もしかしたらそのデザインの好みの問題でそう感じている方がそういった書き込みだったりそういった評価をネット上で出したことがそう出してきたのかもしれないんですけれども、この ZRV って結構輸入車のような高級感のあるデザインをしていて、以前で動画で出したところでも身内もこの車高いんじゃない、この車すごい高級感あるよねっていう、そういった評価っていうのが多分一般的なんじゃないかなというふうに思います。で、一方で確かに例えば他のメーカーとかでもっと押し出し感のあるそういうデザインの SUV とかもしくはデザインをしている車ってあると思うんですよね。もっとグリルがでかいとかすごいね押し出し感のある、そういったデザインが好きだよっていう方からすると確かにもうちょっとねギラギラしててもいいんじゃないのっていうふうに思われるかもしれないんですよね。その点がもしかしたらこの評価に反映されているのかもしれないんですけれども、現オーナーとしてまたいろんな SUV とか見てきた身としても、この車はやっぱりデザインは非常にねいいものがあるし、下品ではないオーラっていうんですかね、そういったものがあってとてもいいなというふうに思っております。静粛性が悪いという評価が出てきました。で、これに関して言うと当たってる部分もあるかなとは思うところはオーナーとしてはあります。どこかというと、よくお話ししているロードノイズのところですね、この点かなと思います。実際に走っていて外を走っている車とかの音、そういったものはしっかりと遮断してますし、高速道路を走っている時の風切り音とかそういったものもしっかりと低減されているなんですけれども、唯一あるのが荒れた路面を走っている時のロードノイズの高鳴りですね。ここがね確かに気になるタイミングっていうのは出てくるんですよね。その意味で音というところは多分そこを指して言ってるんじゃないかなとは思います。ただですね、これに関して言うと、ホンダさんの車は全般的に結構ロードノイズっていうのは高い傾向にあるので、我が家の例えばカロラクロスに関して言ってもカロラクロスの方が乗っていて、外からこういった周りの車の騒音っていうところの入り込みは ZRV の方がいいんだけど、でもやっぱり常時になっているこのロードノイズはやっぱりすごくねカロラクロスの方が抑えてるんで、こっちの方がやっぱり乗っていて静かだなって感じちゃうっていうのはあるんですよ。そういったところがねこの評価に出ているのかなというふうに思っております。ボタンシフトの操作性が悪いっていったような記載が見られました。で、これはねどうなんでしょう。私はだいぶこのボタンシフトには慣れてきましたので、あまり違和感は抱かなくはなりました。なったんですけれども、最初に試乗した時であったりとか納車されたての時っていうのは確かに戸惑いましたね。ドライブのボタンを押すっていうのは分かるんですけど、バックする時とかこれどのボタンを押すんだっけであったりとか、そのあたりなかなか分かりづらかったりとか、確かに通常のシフトノブの方が操作としては分かりやすいなというのは感じています。ですので試乗したりとかまだ納車されたての場合はちょっとここは戸惑いポイントなので、そういった評価が出てくるっていうのは致し方ないかなとは思っていますが、私はもう2年近く、1年9ヶ月今この車に乗ってきてるんですけれども、その乗ってきた身としては
慣れますし、ボタン式の方が新しい車に乗ってる感覚がして、個人的にはいいなっていう風に感じたりする場面もあるので、慣れちゃえば全然いけますよというのが、この私のオーナーとしての評価かなという風に思います。ライバル社と比較してかったるいっていう、そういった文章が出てきたんですけれども、これはおそらく出足の加速のことを言ってるんだろうなとは思うんですよね。アクセルを踏み込んでいって、中間加速であったりとか高速域でぐーっと加速していく時の伸びやかな部分っていうのは、逆に他のメーカーの車よりも秀でてる。伸びていく、気持ちいいって感じるはずなんですよ。実際に私も乗っていてそれを感じているので、やっぱりその伸びやかな加速っていうところはこの車のすごい強みなので、言わんとしているところはやはり出足のところ、アクセルを最初にスーッと踏み込んでいく。で、大体その発進加速時にアクセルバシッて強く踏むような人ってなかなかいないと思うんですよね。ペダルをぐーっとゆっくりとアクセル回路を上げていく。そういった動きになると、緩やかにスーッて発進していくんですよ。これがこの車の凄みというか良さでもあって、一緒に乗ってる方々がとてもね、快適にも移動できるように、やはりこの出るところ、最初の初速でスーッと出てくるところはピーキーにならないようにあえて味付けしてるからこうなってるんですよね。その点を指して、他の例えばトヨタさんとかのハイブリッド車だとアクセル踏んだ時に本当に首がちょっと動いちゃうぐらいにグンっていう強い加速をするんですよね。そういった加速をしないのでギュッて出るような加速が好きな方からすると、もっと出てほしいなっていうふうに思って、そういった評価につながっているんじゃないかなとは思います。もしそういう加速が欲しい場合は、本当にアクセルちょっと強く踏んであげれば、しっかりとこの車応えてくれてビューンって出てきますので、パワーとしてはしっかりとあるので心配しないでいただきたいんですけれども、この車の加速感に求めるものっていうんですかね、結構三者三様というか、もう十人十色だと思うので、そういった部分がこの評価というところにつながったのかなと感じています。あとこれナビの話だと思うんですけれども、再ルート検索時に U ターンを求められるということが書かれていました。いや、これは確かにねあるんですよね。ホンダさんのこのナビ問わず他のナビでもね同じようなことがあったなと。アウディのナビとかもそうだったんですよね。場所を間違えて通り過ぎてしまったと。でそれで走っている時にもう U ターンしてください U ターンしてください U ターンしてくださいっていうのをひたすら言われたりとかっていうのは確かにあって、これはナビゲーションシステムのいろんな設定をいじれば治ったりするようなことなのかもちょっとわからないんですけれども、知らない土地だったりとかわからない街に行った時に、そういった形で案内されるっていうのは結構やっぱり辛いものは確かにあるので、そういったちょっと辛い思いをした方が評価をされたんだと思います。 ZR-V に関して言うと、これ Z グレード選ぶともうこのナビが標準でついてくるんですよ。ですので例えばその自分が好きなナビであったりとかいつも使ってるナビゲーションシステムをここに入れるっていうのができなかったりするんですよね。多分 X グレードではできたはずなんですけども、 Z グレード選ぶともうこれしか選べない。結構最近そういった車増えてますよね。もともとつけているナビを選んでくださいっていう、そういったものが増えていると自分たちで対処ができないということにもつながると思うんですよね。そういう場合はもう Android Auto であったりとか Apple CarPlay とかをこちらにつないで、うまく対処するしかないのかなっていうふうに思ってますし、私もそういうふうに対処をいつもしているというところであります。ということで実はこのぐらいしかまとめで上がってこなかったんですよ。いや本当にこんなにね少ないとは思ってなくてびっくりしたんですけれども、その点がまずこの車に対してネガティブにあんまり思っている方が少ないっていうところの証なんだろうなというふうに思うところです。特に長く乗ってくるといろいろ気になるポイントって出てくるはずなんですよ。特にこの車で行くと乗り心地が硬いとかっていうところはよく私も話してるんですけど、でもあまりそこは出てこないんですよね。この点に関して言うとやっぱり乗っていくほどそのあたりってあまり気にならなくなるものですし、ライバル車種比較してもやっぱりこういった足の硬さを持っている車っていうのもやっぱりあるんですよね。あるからこそ、じゃあ目立ってこれがウィークポイントかというとそういうことではないからこそ出てこないっていうことなんだろうと思います。であとですね、いろいろ挙げた項目見ていって、正直オーナーの立場からして確かにそうだよねとか、そう感じるよねっていうふうに少しでもね、だから同意ができるポイントってどこだったかなっ
と思うと、ロードノイズという意味での静粛性の部分とボタン式のシフトのところですね、これも本当その納車されたての最初の時とか試乗の時に感じたというところで、確かにそうかもしれないなっていうふうに感じましたけど、そのぐらいで、あとは書かれてることはあんまりそのオーナーの立場からすると当てはまっていないと感じる、そういったところが多かったかなというふうに思います。そう思うと、もうほとんどね、やっぱりそのウィークポイントというか気になるポイントとして上がっているところっていうのは、あまり気にしなくてもいいというか、致命的なものはもうほとんどないぞというところで、この車自体満足されている方も多いですし、実際市場であったり触れた方からしてもそんなにやっぱり不満点っていうのは出ていないということなんだろうと思います。ただ一点気になったのが、リセールがあまり良くないとかね、そういった評価がねあまり出てなかったんですよね。でこれもなんでかなと思うと、いや多分なんですけど、私もそう最近感じてはいますが、リセールを気にされる方ってやっぱりどんどん車乗り換える方だと思うんですけれど、前もちょっと動画でお話しした通り、やっぱりこの車の乗り換え先どうしようっていうふうに思うぐらいこの車いい車なんですよね。そうするともうちょっと長く乗ろうかっていう気持ちになってくると、リセール関係なくなってくるんですよね。それはもう2年とか3年でパシッと乗り換える、乗り換え先の車もあってっていうことであれば確かにリセール気になると思うんですけど、5年とか7年とかさらに長く乗っていこうって思うと、目先のリセール関係なくなるんで、その意味でそういった評価っていうのがあんまり書かれてないっていうことなのかなというふうにも思った。そういう意味で言うとやっぱりね、この車、どんどんね評価がもう高まってきているんじゃないかなというふうに私個人としては感じたところであります。ということで今回はZR-V の評価、Google の方でまとめた評価ですね。こんなこと言われてますよっていうところ、特にその中で表として上がってきた評価がどんなところがあったのかと、それに対してオーナーとしてどのように感じているのか、こういったところを中心にお話の方いたしました。今回の動画面白かったな、参考になったなと思っていただけたようでございましたら、よろしければ高評価ボタンだけでも押していただけると嬉しく思います。チュンチュン TV では今後もこの ZR-V に関する動画の方を出していくことを予定しておりますので、よろしければこの機会にチャンネル登録をしていただけると嬉しく思います。ここまでのご視聴ありがとうございました。